どうもこんにちは。社会人イラストレーターの消しゴムです。12月も半ばを過ぎましたね。外を歩けばクリスマスソングが流れていて、イルミネーションが綺麗で世の中は浮き足立ってますけども、僕ら社会人にとっては1年で一番過酷な季節、師走のど真ん中です。皆さんは生きていますでしょうか？結構笑い事じゃなくて、本当にこの時期って記憶がないぐらい忙しいですよね。仕事の締め切りとか忘年会の調整、あとは年末年始の準備とか、僕も本業であるメーカーの方も年末納期の案件が山積みで、正直この数日は記憶が曖昧です。そんな中でふと思うわけです。あれ、最近ペン握ってないなとか、描きたい絵の構想はあるのに家に帰ると気絶するように寝ちゃうなとか、これって僕だけじゃなくて、このラジオを聴いている多くの社会人絵描きの皆さんが抱えている共通の悩みだと思うんです。時間がない、たったこの5文字の言葉がどれだけクリエイターの心を折ってきたのか。時間は作るものだなんて意識高い系のビジネス書には書いてありますけども、いやいや物理的に無理だからって言い返したくなりますよね。朝起きて満員電車に揺られて、会社では体力の HP を削られて夜遅くに帰ってくる。でそこから時間を捻出するなんてもう無理だろうと僕もそう思ってました。で今回のラジオなんですけども、そんな時間がない地獄でもがいていた僕がどうやって今の働きながら毎日絵を描くというスタイルを確立したのか、そしてそのために僕が踏み切った朝方への根本的な生活シフトについて、かなり赤裸々にお話ししようと思います。これ多分職種によってはそんなの無理だよって思われるかもしれませんので、一つの生存戦略のサンプルとして、こういう抜け道もあるんだというヒントになれば嬉しいと思ってます。なので本日もよろしくお願いします。ちょっと長くなるかもしれませんが、作業の手を動かしながら、あるいは温かい飲み物を片手にゆっくりお付き合いください。では、少し昔の話をさせてください。今からお話しするのは、僕がまだ朝活なんて言葉とは無縁だった2年前のエピソードですね。当時の僕のスケジュールどんな感じだったかっていうと、典型的な日本のサラリーマンでした。平日は月曜日から金曜日までフルタイムで勤務してまして、会社の定時は9時から17時半なんですけども、定時に帰ることなんて都市伝説レベルで存在しないわけですね。僕の本業はメーカーでの開発の設計という仕事です。これイメージつきづらいと思いますが、ひたすらパソコンに向かって図面を描いたり、あとは仕様書を作ったり計算したりする仕事です。これだけ聞くと座って仕事できていいじゃんって思われるかもしれないんですけども、結構脳の CPU っていうんですかねを異常に食う仕事なんですね。常に論理的に整合性を取らなきゃいけないし、ここの寸法を変えたらあっちの部品と干渉しないか、この素材を変えたら強度は保てんのかみたいなことを何時間もシミュレーションし続けるんですね。だから夕方の17時時点でもう脳みそのバッテリー残量はもう赤色で点滅してる状態なんです。でもここからが本番で、開発職って終わりがないんですね。やろうと思えば無限に改善点が出てきますし、なので平均して毎日3時間ぐらいの残業が発生してました。会社を出るのはだいたい20時過ぎで、そこから、電車に乗って家に帰る。でドアを開けてただいまっていうのがもう21時前ですね。でそこからご飯を食べてお風呂に入って明日の準備をしてっていうと、もうだいたい22時とか23時を回ってるんですね。ここからなんですけども、イラストレーターになりたいっていう夢を持ってるなら、ここから絵を描けばいいって頭では分かってたんですね。絵を描くって実は結構エネルギーを使う行為じゃないですか。構図を考えたり、パースを取ったり、色を選ぶ。これ全部高度な情報処理だと思っています。でスカスカになったスポンジみたいな脳みそでそんな高度な処理ができるわけないので、結局、Twitter、X ですねや YouTube をだらだら眺めて罪悪感を抱えたまま布
布団に入って泥のように眠るっていう、そんな毎日でした。じゃあ土日はって思いますよね。平日書けない分土日に挽回すればいいじゃん。でこれ僕も、当時そう思ってました。でありがたいことにその頃から2年前から少しずつイラストの依頼をいただけるようになっていたんです。でこれは本当に嬉しいことなんですが、当時の僕にとっては諸刃の剣でもありました。平日は書けない、だから土日にまとめて依頼をこなす。で朝起きて寝るまでひたすら納品のために絵を描く。でこれって一見絵を描いてるから良さそうに見えるじゃないですか。でも違くて、これアウトプットしかしてないんですよ。仕事としての絵はクライアントの要望に応えるもので、自分の苦手を克服する練習とか新しい画材を試す実験とか、そういうインプットの時間が完全にゼロになっていたんですね。でこれに気づいた時はもう本当にゾッとしました。自分の中にある手持ちのスキルを切り売りしてるだけなんで、クリエイターとして成長が完全に止まっている、貯金を食いつぶしながら生きてるような感覚です。あれ俺このままじゃ自利品だな、絵を描くのが好きで始めたのにいつの間にかタスクを消化するマシンになってるなっていう焦りが当時の僕を追い詰めてましたね。平日は脳が死んで描けないし、休日は仕事で潰れる、もう出口のないトンネルを歩いてるような、そんな暗い気持ちだったのは覚えてます。なのでこの時は結構精神的に参ってましたね。でそんな時にですね、休日にふらっと立ち寄った本屋さんである一冊の本が目に留まりました。普段僕はビジネス書とか自己啓発本ってあまり読まないんです。どうせ意識高いことしか書いてないだろうって斜に構えるタイプなんで。でもその時はなぜかそのタイトルに引きつけられたんです。でその本が、韓国人のキム・ユジンさんの朝一の一人時間が人生を変えるっていう本でした。でその本、パラパラとめくって帯を見て驚いたんですが、その本を書いたキム・ユジンさんはなんと米国の弁護士なんですよ。僕らメーカーの会社員よりもはるかに激務でプレッシャーもすごいはずなのに、この方はその弁護士業をやりながら YouTuber として動画投稿したり、さらにこうやって本も執筆している。でその時に1日24時間なのは人類平等のはずなのに、なんでこの人はそんなに時間があるんだと思って、その答えを知りたくて僕は本をレジに持ってきました。で家に帰って本当 1,2 時間で一気読みしました。でそこに書いてあったのは、朝は誰にも邪魔されない自分だけのボーナスタイムだっていうことが書いてました。でこれ読んで僕はもうハッとしましたね。体感ですが、朝のクリアな脳である30分は夜の疲れた脳である2時間の価値がある。この処理効率、つまり時間帯効果が格段なんだと気づかされたんです。その夜の疲れた脳で3時間ダラダラやるよりも、朝のクリアな脳で1時間集中した方が成果物の質が高いと。であともう一つ、早起きは睡眠時間を削るのではなくて生活の主導権を取り戻すのだみたいなことが書いてました。それまでの僕は時間がないっていうのを会社のせいとか環境のせいにして被害者ぶってたんですね。でもそうじゃなくて、時間の使い方が下手くそなだけで主導権を放棄してるだけだっていうのをこの本に突きつけられた気がしました。でこっからですね、この本の内容を僕の生活にどう実装しようかなって考えてました。で、まず僕が持っているリソースとタスクをそのパズルのように並び替えてみたんですね。まず本業の設計業務、これはもう高負荷なタスクだなと思ってました。ミスが許されないし、論理的な思考が必要で脳の CPU を一番食います。この業務を脳が死んでいる夜にやってるのは間違いの原因だと考えて、脳が一番元気な朝一に持っていこうとしました。で次に絵の練習ですね。これは僕にとっては中負荷のタスクかなと思ってます。もちろん集中力いりますけども、ロジックっていうよりかは感性や筋肉、この手で行う作業です。何より楽しいことなので、多少脳が疲れていてもドーパミンが出るから実行可能かなと思って、
これは仕事終わりの夕方にしようかなと思いました。その結果、これまでの朝9時出社20時退社っていう後ろ倒しのスケジュールを全て廃棄して、朝6時出社14時退社っていう前倒しスケジュールに移行するっていう、もう極端な作戦に出ました。で、いやいやそんなことを会社が許すわけねえだろって普通は思いますよね。でも当時の僕はこのままじゃ絵描きとして死ぬっていう危機感の方が勝っていました。なので本を読んだ翌日、僕はもう上司にその面談のメールを送ってました。で、僕の会社はもともとフレックスのようなものがあって、朝早くから業務できる環境だったんですね。でも暗黙の了解で、家庭の事情でしょうがない場合のみ使用できる特権みたいな。なので私のような生活の質を改善したくて要望を出す人なんて当時いなかったんですね。だから僕はこのあくまでも会社の利益が上がるみたいな感じで上司を説得した覚えがあります。まあでも課長がすごく理解のある方で、そんなことを言わずにもう6時から業務したいんですよねって言ったら別にいいよっていう方だったので、もう単純に理解のある方でよかったなと思ってます。で、実際に始めた初日、朝6時のオフィス、皆さん想像できますか？誰もいなくて、電話も鳴らなくて、しかもメールも来ない。で、聞こえてくるのはもうエアコンの空調の音とか僕が叩くキーボードの音だけで、これ本当に最高なんですよ。開発職の方なら分かってくれると思うんですけど、設計業務って割り込みが入ると一気に効率が落ちるんですね。でも早朝は誰にも邪魔されないゾーンに入り放題というか、9時に他の社員が出社する頃にはもう1日分の仕事の8割が終わっているような感覚でした。で、そんなこんなで朝4時起き6時出社の生活を始めて、気づけばもう2年が経ちました。その16時に退社できる生活、これ本当に革命的です。仕事が終わってもまだ空が明るいんですね。そのままカフェに寄ってコーヒーを飲みながら2時間スケッチしたりしてもまだ18時で、家に帰ってご飯作っても19時で、夜の時間もしっかりある。時間がなくて書けないと言っていたのが嘘のように毎日ペンを握れるようになりました。でもこうやって話すと結構ストイックですねとか、私はそんな早起き絶対無理ですって言われることが多いんです。でもちょっと待ってほしくて、僕は全然ストイックじゃないんですね。現に高校時代、その両親に朝勉強しろって言われてやってた朝活は見事に3日で終わりましたし、じゃあなんで今回2年間も続いてるのか、僕なりに考えたんですけども、もう理由はシンプルで、目的がポジティブだからだと思うんですね。高校時代の勉強はテストのためとか、その先生に怒られないためっていう義務でした。冬の布団の魔力に義務感で勝てるわけがないんですね。でも今は違くて、朝起きる理由は会社に行くためじゃなくて、仕事をさっさと終わらして夕方に絵を描く時間を確保するため、つまりやりたいことのために起きてるんです。早く起きたら今日はいっぱい描けるぞっていう、そう思うと不思議と布団から出れるんですね。ワクワク感が目覚まし時計の代わりになるんです。ただ僕ももうめっちゃずさんなので、365日完璧に4時起きしてるわけではありません。夜に映画を見るのも大好きですし、最近はキャンプにもハマってます。そういった翌日とか4時に起きられるわけがないんですね。そういう日はもう潔く寝坊します。今日は起きれなかった、まあいっかって。で、ここで大事なのが逸脱を許すことだと思うんです。多くの人が習慣化に失敗する理由って、1日サボってしまったで、私には無理なんだ、もうやめたっていう0か100の思考になってるからだと思うんですね。僕にとって早起きは絵を描くための手段であって、その早起き自体が目的じゃないんです。だから昨日は楽しかったから OK、 また明日リズムを取り戻せばいいやくらいの緩い感覚でやってます。この一家精神こそが2年間も続いている一番の秘訣かもしれません。義務にしちゃうと辛いですからね。あくまでも自分のための戦略として楽しむのがコツだと思います。はい、というわけで長々とお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。今回はイラストについて全く話してなくてすみません。
今回僕がこのラジオで伝えたかったのは、今の働き方や時間の使い方は本当に動かせないものなのか、常識だと思っているスケジュールは実際は変えられるんじゃないかっていう疑う視点を持ってほしかったんです。時間がないと嘆く前に自分のリソースっていうパズルのピースを入れ替えてみて、会社の上司とか家族に協力をお願いしてみる。でこれだけで意外と生活は変わると思ってます。僕みたいなサラリーマンでも働き方を変えられたんですから。今もしこのラジオを聞いてる人が書きたいのに書く時間がないと苦しんでるなら、2025年、2026年ですね、自分の一番やりたいことのために少しだけ生活のパズルを組み替えてみてはいかがでしょうか。1日15分でもいいですので、自分のために使える時間ができればきっと毎日が少しだけ鮮やかになるはずです。はい、そういうことで、年末忙しい日々が続くと思いますが、体調には気をつけて、そして隙間時間でいいので大好きな絵を描く時間を楽しんでください。はい、それではまた。社会人イラストレーターの消しゴムでした。バイバイ。